この映像は2002年8月にアメリカ・フロリダ州の裁判所でわずか13歳の少年が40歳の男との関係について証言した際のものです。 Did you develop a relationship with Ricky Chaps? Yes, sir. Did you at some point believe that you were in love with Ricky Chaps? Yes, sir. 淡々と否定することなく男と恋愛関係にあったことを認めたその少年の名はアレックス・キング。彼は1歳上の兄デレクと共に小児者であるその男の家に入り浸っていました。そして2人はその男に促され、自身の父親までも小児者に目をつけられ関係を持った幼き少年。父親への敵意を植え付けられた彼らが向かう先は卑劣な犯罪者ほど表向きは優しい大人に見えるのかもしれません。おさすけんちゃんです。やみやみこんです。人生でね、何回かは、あ、私って俺ってこの瞬間のために生きてたんだな、みたいなさ、ある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 。ある。私この前それがあって、芝生の上で桜の木陰で桜を見ながらお昼寝した時、めっちゃ青春だね。いいね。青春ずっとこれが続いたらいいのになって思うけど、別にずっと続かないからそれが幸せなのであってとか、なんかいろいろ小難しいことを考えながらさ、なんか最近そういうことあった。でもまさに花見したね、この間ね。あら、我々昔新宿御苑の近くにオフィスがあったんですけど、僕だから新宿御苑めっちゃ好きで、本当にもう何年ぶりかな、久しぶりに行ったのよ、ね。ああ、でも御苑の芝生はもう最高よね。そうそう。いい意味で有料なんで、やばい人もいないし、民度もね、ある程度は最低限担保されてるんで、シート引いて桜見て、本当にこのために生きてたんだ。結局、なんか自然っていいよね、みんな。多分そこがこう、物理的にとか感覚的に来んだろうね、両方。そうね。まあ都会にいればいるほどね、公園とかのね、木々に触れた時に、ああ、幸せって。確かにね。公園に定期的に行くのは大事ね。今回はアメリカ・フロリダ州で起きた衝撃の事件をご紹介します。これ12歳、そして13歳の幼い兄弟が、近所に住む40歳の男に洗脳されて、とんでもない事件を起こしてしまうんです。なんか近所のおじさんってさ、誰しも小さい頃にいたりいなかったりだと思うんだけど、めちゃくちゃ身近な人が洗脳してるだなってゾッとする話ね。これね、本当に恐ろしいのが、その男がこの兄弟の親を煩わしいとか嫌だなと思ってたんですよ。で、さらに恐ろしいのが、この兄弟は自分たちの親よりもその男の方が好きだった。事件の直前、兄弟は父親と暮らしていたその家を飛び出しました。そして彼らが帰ってきた時、父親はその兄弟の振る舞いに不安を覚えたんです。秘密の隠れ家。2001年11月中旬、アメリカ・フロリダ州カントンメント。閑静な郊外の町のとあるトレーラーハウスへ一人の中年男性が訪ねてきました。うちの息子たちが家出したんだ。君のところへ来てないか。困惑した様子で問いかけるその男性の名はテリー・キング。応じたのはそのトレーラーハウスで暮らす40歳の自動車整備士リッキー・チャビスでした。アレックスとデレクが？それは心配だが、ちょっと見てないな。リッキーは残念そうに首を振ります。バックパックと大量の荷物とともに行方をくらましていたのはテリーの息子である13歳のデレクと12歳のアレックス。兄弟は近所に住むリッキーと親しくしており、父親のテリーは学校への送迎を許可する人物のリストにも彼の名前を載せているほど。テリーはリッキーなら何か知っているのではないかと考えていましたが、空振りに終わり肩を落として帰路につきました。そして兄弟の失踪から約1週間後、テリーは長男のデレクがガールフレンドの家にいるところを発見し、家に連れ帰ります。さらに翌日の11月25日には息子たちのことを知らないと言っていたはずのリッキーが次男のアレックスを父親のテリーの元へ連れてきたのです。家出先で困っていたようでアレックスから電話があったんだ。だから迎えに行ってきた。リッキーはそう説明しますが、実際のところアレックスとデレクは家出以来、彼の家の床下に隠れていました。アレックスから電話があり迎えに行ったという話は彼自身の関与を隠すための作り話。父親のテリーはその話を不自然に感じリッキーに不信感を募らせます。そのためテリーは学校の送迎リストからリッキーの名前を削除。さらに息子たちと関わらないでくれと言い距離を取らせたのです。同時にテリーは帰ってきた息子たちの様子がどこかおかしいことにも気づいていました。あの子たちが何か企んでるようで不安なんだ。その日の夕方、テリーはため息混じりに友人にそう打ち明けていたのです。
これはリッキーがなんか入れ知恵したってことよね。1週間も家出したってとこ見るとね、父親との関係がうまくいってなかったってことなのかしら。テリーはね、悪い父親ではないんですけど、年頃のね、兄弟たちにとっては、反抗心を抱きやすい親だなっていうのも、まあ一般的にはあったんです。厳格な父と優しいおじさん。1992年に内縁の妻と別れたテリーはその頃から一人で息子たちを育て始めました。しかしテリーは日中に耐え難い眠気に襲われるナルコレプシーという持病の影響で安定した仕事に就くのが困難な状態。子供たちを支えていけないと考えた彼は泣く泣く幼い息子たちを里親の元へ出します。すると次男のアレックスは里親家庭に馴染めず、わずか1ヶ月で父テリーの元へ帰ってきました。長男のデレクは里親の元で6年以上を過ごしますが、13歳を迎えた2001年、嘘や盗み、放火癖などの問題から手に負えないとされ、テリーの元へ戻されたのです。こうして兄弟はまた2人揃って暮らすことになるのですが、長く家を出ていた長男デレクはこの時衝撃を受けます。父テリーは相変わらず経済的に困窮している状況。家にはテレビもなく電気代の支払いさえままならないこともあります。デレクが過ごしていた里親家庭は裕福だったため、彼はその暮らしに困惑を隠しきれずにいたのです。また父テリーは温厚ではあるものの、信仰心の厚さからか少し変わった教育方針を持っていました。2人ともそこへ座るんだ。悪さをした兄弟にそう命じたかと思えば無言でじっと見つめているだけ。幼い兄弟には意図が理解できず、2人は強い反感を覚えていたのです。そんな暮らしの中、テリーが仕事で留守にしている間、兄弟の面倒を見ていたのが近所に住む自動車整備士のリッキーでした。兄弟が遊びに来るたび、秘密の地下室と呼んでいる床下のスペースへ2人を招き入れ、テレビゲームをさせていたリッキー。さらにその部屋の中で彼は兄弟に大麻やアルコールを与えていました。リッキーのその振る舞いは単に幼い兄弟に悪い遊びを教えていたというだけのことではありません。大麻とお酒を片手に恍惚とした表情を浮かべる次男のアレックスに対し、リッキーはこうつぶやきます。いいことを教えてやろう。お前はゲイだ。男の人のことが好きなんだ。父親のテリーはリッキーを親切な隣人として信用していましたが、その正体は少年への性的暴行で逮捕されていた前科者。しかしリッキーから吹き込まれる内容が犯罪だとも異常なことだとも理解していないアレックスは彼の言いなりになっていきました。リッキーを愛している。アレックスは日記の中にそう綴るほどにリッキーに依存していました。さらに兄弟が父親をよく思っていないことを知ると、リッキーは次のように言ったと言います。俺と一緒に暮らしたいだろ。一緒に暮らせるさ。父親がいなくなればな。父親がいなくなればさ、一緒に暮らせるって、これ要するに殺せってこと、12、3歳の子供に、なんてことさせんのよ。なんかお酒とか大麻とかね、させてたんで、その状態で丸め込むっていうのは通常時よりは簡単だったんでしょうね。まあリッキーのこういう手口っていうのはチャイルドグルーミングって呼ばれるんです。一体どういうものなのか。というわけで本日のメトラキーワード、チャイルドグルーミングについて。チャイルドグルーミングとは、性的暴行を目的に子供と信頼関係を構築しようとする行動。加害者はいきなり手を出すことはせず、子供を手なずけて愛着を引き出した上で抵抗されずに性的な行為に及びます。チャイルドグルーミングはマインドコントロールの一種ともされており、被害者本人が異常だと気づきにくいのも特徴の一つです。チャイルドグルーミングの加害者には4つの共通する行動パターンが見られます。子供と密に接触できる機会を手に入れる。言いなりにしやすい子供を選ぶ。子供の味方のふりをして特別な関係になろうとする。子供を自分に依存させる。父親への反感を覚えている兄弟を自宅へ招き入れ、理解者のふりをしながら大麻やアルコールなどを与えていたリッキー。彼の振る舞いはチャイルドグルーミング加害者の行動パターンの典型でした。そしてリッキーから父親が邪魔だと吹き込まれた兄弟は、この後とんでもない過ちを犯してしまうんです。豪華とともに。2001年11月25日、次男のアレックスが家出から帰ってきたその日、父テリーは息子たちを別々の寝室に入れました。リッキーがアレックスを連れてきた際の家出した先で困っていると言われて迎えに行ったという不自然な言動。また息子たちの何かタイミングを伺っているような雰囲気。それらの違和感を感じ取った父テリーは2人が結託して妙なことをしないよう引き離すことにしたのです。彼はその日、リビングのリクライニングチェアに座り、夜通し息子たちの部屋を見張るつもりでいました。しかし警戒していたはずが数時間後には眠気に襲われ、椅子に座ったまま眠り始めてしまいます。兄弟はその隙を決して見逃さなかったのです。深夜1時半、
リビングではリクライニングチェアの上でテリーが腕を組んだまま寝息を立てていた。その気配に気づいた兄弟はそれぞれ音を立てないように寝室から姿を現す。よし、寝てる。やるなら今しかないね。ささやくように言葉を交わす兄弟。長男のデレクは父親へ忍び足で近寄ると手にしていた金属バットを振り下ろした。父親が痛みで目を覚ますことを恐れたデレクは間髪入れずその頭をめがけ何度となく金属バットを叩きつけた。骨が砕けるような音とともに壁に飛び散る脳の一部。父テリーは何かがつっかえているかのような苦しげな呼吸音を漏らす。兄弟は次第に弱まっていくその呼吸をじっと聞いていた。そして父親が息をしなくなったことを察したデレクとアレックスは続けて寝室へ向かうと、そこにあったベッドに火を放った。これで俺たちがやったとは分からないはずだ。兄弟はそう言い合うと、煙を上げ始めたその家を飛び出し夜の闇へ消えていった。兄弟が家を出た数時間後、火災の通報を受けた消防隊員が現場へ到着。煙が立ち込める家の中へ踏み込んだ彼らが目にしたのは、リクライニングチェアに座ったまま焼け焦げ動かなくなったテリーの姿でした。当初は焼死かと思われましたが、頭部には金属バットで殴打された際の激しい損傷が。兄弟の目論みは外れ、その死が意図的な殺人であることはすぐに見抜かれてしまいます。父親を手にかけた後、兄弟は近くの森に身を隠していましたが、その後リッキーに連絡を取り彼の元へ。リッキーは兄弟を自分のトレーラーハウスへ連れて行くと、血のついた服を洗濯しシャワーを浴びさせました。そして翌日の11月27日、デレクとアレックスはリッキーに伴われエスカンビア軍保安官事務所に出頭。そこで彼らは自分たちが父親を殺害したと認めたのです。リッキーは兄弟と一緒にいるためには父親が邪魔だって思ってたのよね。それなのに出頭させたってことは、まさか本当に殺すとは思ってなかったってこと？真相ははっきりとは分かっていないんですけど、おそらくもっと卑劣で浅はかな理由があったと考えられるんです。消えない呪縛。出頭した兄弟は自分たちが父親を殺害したことをごまかすことなく自白しました。バットで10回殴打したこと、鼻が詰まったような苦しそうな呼吸をしていたことなど、犯行時の様子を詳細に語ったデレクとアレックス。犯人しか知り得ない情報を知っていたことから、彼らの犯行であることは疑いようもありませんでした。一方、警察は彼らが本当に自分の意思だけで父親を殺害したのか強い疑念を抱いていました。それは次男アレックスの日記に記されていた次の内容を目にしてのこと。リッキーを愛している。警察は性犯罪の前科があるリッキーが兄弟とただならぬ関係にあったことを察しました。そして署まで2人を連れてきた彼もこの事件に無関係ではないと睨んだのです。警察は事件後にリッキーが兄弟を自宅で保護していたことから殺人幇助の容疑で彼を逮捕。するとその直後、兄弟はそれまでの供述を突如として翻したのです。兄のデレクはこう言いました。リッキーに身代わりになれと言われたんです。未成年の方が罪が軽くなるからと。兄弟は殺人を促したのはリッキーだとも、リッキーは殺害現場に居合わせたとも発言しました。しかしなぜ彼らは急に供述を変えたのか。グルーミングの被害者は加害者が近くにいるときは本人をかばう言動をしがちですが、物理的に距離が離れると支配が解けるケースが多いといいます。それは被害者が論理的に加害者との関係を理解しているのではなく、この人は分かってくれる、逆らったら嫌われるなどと空気に飲まれているだけなため、逮捕後の自分たちだけが罪を着せられたという実感や、警察官というリッキー以外の冷静な大人の言葉を聞いたことが兄弟に状況を整理させたのでしょう。こうしてリッキーはテリー殺害の容疑で正式に起訴されることとなるのです。自分が罪を逃れるためにさ、兄弟たちを言いくるめて出頭させたってこと？マジで最低じゃない？リッキーは父親を殺して俺と一緒に住もうぜって言ってたみたいなんですけど、本当にこの兄弟と暮らしたかったわけじゃなくて、こいつらは俺の言いなりになるわっていう、そういう一時の支配欲を満たすためだと考えられているんです。リッキーの裁判では、リッキーの兄弟が事件当夜に彼と一緒にいたと主張し、アリバイを証言。かつてデレクを預かっていた養父も証言台に立ち、彼の嘘をつく癖、放火癖などを根拠に実行犯であることを示唆しました。それらの証言も手伝い、リッキーは殺人罪については証拠不十分で無罪に。
彼は犯人をかくまっていたことや証拠隠滅、そして兄弟が家出していた期間に対する不法監禁で有罪となり35年の禁錮刑を下されます。一方で事件から1年後の2002年9月、デレクとアレックスは第2級殺人で有罪判決となり、最低22年仮釈放なしの終身刑となりました。しかしこの厳罰が下された背景には、実は彼らの罪の重さとは無関係な事情があったのです。陪審員たちはメディアに対しこう漏らしました。彼らを有罪にしたのは劣悪な環境から2人を救い出すためだと。陪審員の多くは本心ではリッキーが真犯人だと思っていたといいます。境遇に恵まれなかったために性犯罪者に騙され殺人に加担してしまった2人を不憫に思った彼らは、刑務所に入れる方が安全に暮らせると同情し有罪にしたのです。これを知った裁判官はこの評決を不公平だと断じ、兄弟の有罪判決を破棄。異例の調停の末、デレクとアレックスは最終的に第3級殺人と放火での有罪となります。判決は兄のデレクが禁錮8年、弟アレックスが禁錮7年となりました。少年施設で服役した兄弟はそれぞれ2008年、2009年に出所。出所後、弟のアレックスは里親や実の母親による支援を受け勉学に励んだ結果、大学の成績優秀者リストに載るなど更生の兆しを見せていました。しかし幼少期のトラウマや長年の薬物依存症に苦しみ続け、2024年4月35歳の若さで他界。兄のデレクは暴行罪などで刑務所を出たり入ったりしており、2025年6月には性的暴行の容疑で再び逮捕されています。法の裁きの上では実行犯こそデレクとアレックスだとされていますが、判断力が未熟な彼らをリッキーがそそのかした可能性は高いでしょう。厳しい父の下で自由を求めた兄弟は事件から20年以上が経過してもなお、父を殺めてしまったトラウマとリッキーの呪縛から逃れられないまま、幼少期に負った傷はその後の人生に途方もない影響を与えることがあるのです。リッキーのように一見親切なふりをしながら子供を付け狙う犯罪者はどこに潜んでいるか分かりません。子供たちをそうした犯罪者から守るために私たちに何ができるでしょうか。オゾスケンちゃんです。やみやみ。というわけでね、皆さんね、お知らせなんですけど、シーシャバーシュメル7月にオープンしてからね、もう半年以上経ちまして、はい。本当にね、多くのメトラーさんだったりとか、アルゴメトリー見てないね、本当に一般の方とかがね、もう今はもうそっちの方が多いんですけど、すごいね、来てくれてね、本当にちょっと忙しくなって、いい意味で。なので、ちょっとこの度ね、若干名ではあるんですけど、シーシャバーシュメルで一緒にね、働けるね、仲間をね、募集したいと思います。というわけでね、場所はね、恵比寿駅のね、西口からね、徒歩5分。日比谷線4番出口からは徒歩10秒ぐらいのね、すごいいい立地にあるんで、で、こう内装はね、アンティークだったりとか、曲はジャズっていうのに限定して、その中で C 社をね、たしなめるっていうね、素敵な空間になってますんで、本当に一緒に働いてるね、仲間もね、ヤミコさん来たことあるからね、わかると思うんですけど、本当にいいメンバー揃ってるんで、ちょっとね、もちろん応募した全員を採用することはできないんで、逆にいい意味でちゃんと人を見極めて採用してるんで、そこはね、安心していただければと思うんで、ちょっとそういったね、環境に身を置いてね、一緒に C 社バーで働いてみたいよっていうね、メトロの方がいたらね、ぜひね、概要欄、固定コメントのね、モンテッドリーの方からね、応募いただければと思います。皆さんのね、ご応募お待ちしてます。